ロックスは伝説のデイビー一族。ゴッドバレー事件が幕を開ける。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1159話が公開されました。タイトルは運命の島です。鬼の子ヤマトの鐘稲荷第3ボル40。いざリンゴ頬張り花の都入り返り申す。ヤマトとウルティは楽しそうにリンゴを食べながら3人で鈴子の追いはぎ橋を通り過ぎる。そばには鬼丸が見送りに立っている。39年前、海賊島八ノ巣で波乱が幕を開けた。よく探したのか？昨夜の見張りの時に起きたんだ。狩猟マーロンたちが殺された。マーロンは彼女を守れなかったのか？なんだと？ああ？芍薬が誘拐された。犯人はわずか数時間で出来事があったか。しかし手がかりは一つも見つからなかった。海賊たちは狼狽し怒りに震えた。王直は報酬を貪るように数え、グロリオーサは声を上げて泣き崩れ、海賊たちは慌てふためき、軍場は激高した。無事でいてくれ、シャッキー。芍薬が襲われたという知らせは、ノビのように海をかけ、海賊世界全体を震撼させた。ロックス、この野郎。一体何をしているんだ？ぶっ潰してやる。シャッキ。レイリーは手に新聞をぎゅっと握り、激しく震え、彼女の無事を深く案じていた。ニュースは海を駆け巡り失いに暮れる人々からは笑顔が消え、さらには世界の経済が数週間停滞したとも言われた。事件から1年後、誰かが西の海のゴッドバレーを訪れた。ガリング。嬉しく。帰ってきてくれると信じてたわ、弟様よ、シャムロック、シャンクス。双子か、かわいいな。もちろん、彼らはあなたの子よ。お願い、ガーリング、どうかこの島に私と一緒にいて。ああ、どこかに住まなければならないとしても、ここじゃない。この島は消されるだろう。もう決めた。私にふさわしい妻を指名してある。もしこの大会で勝てば、その女は俺のものにする。大会？巨大な海軍艦隊がゴッドバレーを包囲し、終焉の時が迫っていた。突然、ガーリング星は残忍に一閃、赤髪の女を指した。女はその場に倒れ、子供たちは母が倒れたことで泣き出した。ガーリング星は本当に最低な男だった。準備を始めろ。上陸します。町の住民は恐慌に陥り、この思いがけない最悪がどこから来たのか全くわからなかった。世界政府の海軍船が島を包囲している。ここに何か犯罪者でもいるのか？子供たちを家の中に。麻酔弾のみを使用しろ。抵抗する者以外は捕らえろ。若い海軍兵士は内なる困惑と疑問を抑えきれず上官に問いかけた。少佐、これはどういう目的の作戦なんだ？訓練だ。質問するには海軍であと10年経験を詰め若造。でもよ、この生意気なガキはどういうつもりだ？指揮官？申し訳ありません。教育がなってなくて。ねえ、何かあったの？この市民の言葉が終わるや否や、彼は直ちに打ち倒され、海軍部隊は武装していない人々に容赦しなかった。キャー。抵抗するな。怪我はさせない。島内の恐慌は急速に広がった。逃げろ。捕まるぞ。なぜ？彼らはただの市民だ。考えるな。部隊の意思にお前の意見はいらん。任務に集中しろ。若い兵士の抵抗は虚しく、戦争機械の前進を止めることはできず、ただ巻き込まれていった。大丈夫だ麻酔弾、殺すわけじゃねえ。悪意けど捕まってくれれば撃たねえ。その名をモンキー・ディ・ドラゴンという若い海軍兵士、後の革命軍総司令、ルフィの父の信念は、この不義な戦争の中で激しく揺らぎ、作り変えられていった。何が起きているのかわからないが、とにかく行く。移動だ。市民たちがドラゴンに突進してきて、ドラゴンはやむを得ず発砲し、彼らを全員撃倒した。突然、近くで激しい爆発が起きた。マスクをつけろ。催眠ガス弾だ。ドラゴンの心に残っていたあの無垢な思いは、ついにこの暴力の本流に完全に飲み込まれ、周囲は一面の静寂に包まれた。同時刻、海軍監獄船では奴隷が連行されていた。通信室内、断続的な信号音が電電中の放送を通じて流れていた。海軍の目の届くところで小柄な影がひっそりとすり抜けた。誰かいたような。ジニーは切れた空気循環ダクトを通り抜けて無事に情報を外へ伝えた。兄貴、ジニー、
無事でよかった。うまくいったわ。ここからは情報屋たちが確実に広めてくれるわ。黙ってろよ、余計な詮索はするな。俺ちがまでひどい目に遭わされる。ひどい目？イワンコフの怒りは瞬時に燃え上がり、闘志もなく正しを待つだけの奴隷たちに向かって罵声を浴びせた。バカかお前らは？俺たちは皆死ぬんだぞ。この船がどこへ向かっているか分かってるのか？命を懸けて戦おうともしない奴を運が救うと思ってるのか？奇跡は空から降っては来ない。兄貴つ。イワンコフの怒号はあまりにも大きく、すぐに海軍の注意を引いた。奴隷たちが暴れてるぞ。別の檻の中でバーソロミュークマはその騒ぎを聞いて思わず微笑みを浮かべた。元気のいい奴隷たちだ。ジニーが外に伝えた重要な情報は確かに内通者によって受け取られた。世界政府直属の諜報機関 CP のある拠点で誰かが口止め料を要求しにやってきた。とんでもない情報？なんだ今度は。とぼけるんじゃねえ。お前もこれを嗅ぎつけただろう？ほら金をよこせ。要するに口止め料を払った方がいいってことだ。一体どうやってこんな子供じみた名前の地元紙がこんな情報を手に入れたんだ？お前今に消されるぞ。クワハハ。やってみろよ。世界経済新聞社の社長モルガンズは若いながらも情報操作に長け、真実と嘘の境を巧みに行き来している。どの短い続投には流してやる。芍薬の知らせはすぐに蜂の巣に伝わり、長く沈黙していた海賊たちは再び闘志を燃やした。シャッキーが生きてた。ほんとかおい。今どこに？よかった。ゴッドバレー？どこだそれ。王直は狼狽して顔色が青ざめ、自分の悪事がバレることを恐れて話をそらそうとした。怪しいな。その情報源は本当に信頼できるのか？ある海軍支部が漏らしたんだ。間違いない。天竜人たちのゲームの商品に？畜生。芍薬を連れ去ったのは政府側ってことか。シャッキーちゃん、ずっとただの噂だと思っていたが、天竜人のこの人間狩りは本当に存在するのか。あの連中は悪魔の実も持ってるのよ、カイドウ。あんたも一つ欲しかったんじゃないの？その実はどんな能力があるんだ？うちの子にいいかもね。これは明らかに罠だよな。黙れ。臆病者ならこの島で腐っていろ。お前たちを追ってやる。ゴッドバレーへ行くぞ。同時にロジャー海賊団も芍薬の情報を受け取り、戦場はたちまち沸き立った。ねえギャバン、ゴッドバレーはどこだ？そんなに遠くないが間に合うさ。みんなどうだ？もちろんだ。普段は冷静なレイリーでさえ闘志を燃やし、この1年の辛抱はロジャー海賊団を消耗させていた。ロックスがもう動いたのか。先につかせるな。ロジャーの行動を伝える知らせは休暇中のガープのところにもすぐ届いた。まさかロジャーも動くとは。なんで早く言わなかったんだ？俺が行く。こともあろうにわずかな機密情報は海の猛者たちを刺激してしまった。ロックス海賊団はゴッドバレーへ向かう途中、巨大な軍艦に阻まれた。それは彼らにとって見慣れたエルバフ王族の戦艦だった。巨人族の船だ。構わねえ、沈めちまえ。待て。なんだ？やめんな、ロックス。ロックスは直感した。来たのはあの男に違いないと。女一人に弦を抜かす海賊団を止めろと言われたよ、ロックス。小さな船なんて沈めるのに対して手間はかからねえ。あの船が見えるか？あれは政府の護衛艦だ。ロックスはようやく遠くに監視船が浮かんでいるのに気づいた。つまりこれが陛下の世界政府名役に箔をつけるための作戦ってわけか？俺たちを見くびりすぎだ、陛下。結局は政府に従えってことかよ。奴らが座って見てるだけで俺たちを死ぬまで戦わせるってのか？お前は何をしようともエルバフを変えたい狂人だからな。少し二人で話せるか？お前が本当に聞きたいこと、俺たちがどこへ向かって何のためか、その辺は分かってる。でもお前にだけ話したいことがある。仲間にはまだ言ってないことだ。何の話だ、国王様。悠長に、あの野郎。俺のシャツキーがこうしてる。今も助けを求めてんのに。俺には隠し名がある。デイビー・ディー・ジーベックだ。ロックスじゃなかったか？世界政府はずっとあの仮名を消そうとしていたに違いない。というのも我々の先祖は伝説の海賊デイビー・ディー・ジョーンズその人だったからだ。だからこそ我々は暗闇の世界で力を振るい、かろうじて生き延びてきた。幸運だったのか不運だったのかわからないが、2年前に息子が生まれた。
だから危険が2人に近づくことがあってはならなかった。俺は彼らを故郷に返した。その時の言葉は、デイビー一族を頼れだ。なるほど、つまり親類も妻も息子もみんなお前の故郷にいるのだな。だが、なぜそんなに公然と弱みを明かす？俺の故郷はゴッドバレーだ。ジアー政府はお前をおびき寄せるために。違う。あの島は天竜人だらけだ。彼らが俺をそこに来させたいわけじゃない。向こうにとっても誤算なんだよ。何か大きな運命みてえなもんに手繰り寄せられてる気分だ。芍薬を奪ったのは大失敗だった。もし妻と息子が逃げられるならそれで十分だ。運は俺の味方じゃないみたいだ、ハラルド。陛下せよ。ロックスは珍しく頼み事をしたが、ハラルドの顔が引きつり、断った。断る。お前らをここで沈める。そうかよ、上等だ。交渉は決裂し、戦闘がいよいよ始まろうとした。ハラルドは兵に手を出すなと命じた。手を出すな。は？ふぬけ野郎が。巨人族の戦艦では激戦が一気に勃発し、戦艦は甚だしく損傷してしばらく航行不能となった。ハラルドは見せかけの戦いを演じ、ロックスと交戦して敗走するふりをして、実際にはロックスを逃がしたのだ。信じがたい話だが、3年に一度、天竜人は資源豊かな非加盟国を選び、そこで歪んだ人間狩りというゲームを行い、先住民を皆殺しにするのだ。助けてくれ。こんなことが本当のはずがない。カメラはゴッドバレー事件の当日へと移る。さて、今から最も希少な悪魔の実に続いて、これが大会のグランドプライズです。グランドラインのカームベルト内、そこには本当に女だけの島が存在します。こちらはかつての女帝、世界で最も美しいと称えられた、その名も芍薬。彼女を妻にするか奴隷にするかはあなた次第です。ドは美しい家。これは欲しい。この出品は厳重に保護され、極上の状態で保存されています。一級品。おお、ソマーズ。これに勝って彼女をシェパード家に連れてこい。冗談じゃない。もし俺が勝ったら奴隷にしてやる。私の妻だ。夢を見るな、ソマーズ。軍子、あんたがいりゃ、士族戦でトロフィー取れるかも。ドラゴンは地面の血痕をたどり、重傷を負った女性を見つけた。お願い。子供たちをこの島から連れ出して、あの野郎の手に渡らせないで。おいで、ティーチ、大丈夫よ。あんたは生きなきゃならないんだ。さて、今から世界の貴族たちがみんな知っていることを話そう。この大会ではただの海賊の小僧だけではない。そしてついに800年ぶりに登場だ。デイビー一族。この地で綱って以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。